ビリヤード大河小説最後の一級第1話流血なき初体験。正月休めの最終日、日曜日、ちょうど神さんが子供を連れて友人の家へ遊びに行った。事務所へ行って仕事でもしようかと思ったが、着くことから1ヶ月も遠ざかっていた。今日こそはと気合を入れ直し、クラブへ向かうことにした。ビリヤード場、日の丸。午後2時、店内はほぼ満台だった。大台が空いていなかったので、仕方なく中台で練習を始めた。3クッションの選手になると決めて半年。だが、練習は月に一度程度だ。今日でようやく4回目。初日は初級の練習だけで終わった。2回目からはサーブと並行してバタバタを練習した。今日はポジションプレーを極めるつもりだった。教本通りに球を置いて黙々とついていると、店主が来て、大台が空いたからあっちでやりなよ、と声をかけてきた。てっきり大台で練習させてくれるのかと思いきや、なんとゲームの相槌を組まされた。正直戸惑った。練習がしたかったのだ。オラの目標は世界チャンピオン。ゲームで時間を浪費するなんて真っ平ごめんだ。しかし、週末午後の混み合った店内で台を独占するわけにもいかない。まあ、いっか、と割り切り、ゲームを受けることにした。ぶっちゃけ、大台でのゲームはこれが初めてだ。サーブが得意な16点。相手は40代半ば、168センチ75キロといった体格。黒のジャージに短めの天然パーマ、帽子をかぶっている。彼が鋭い口調で聞いてきた。持ち点は何点ですか？四つ玉は200点くらいですが、3クッションは初めてです。そう答えると、彼は店主に聞いてみると言い残した。俺がトイレから戻ると、すでにバンキングの準備がされていた。四つ玉200点なら16点で持つのが普通だという。こうして俺の大台16点デビューが決まった。相手は21点だ。よろしくお願いします。頑張ります。互いに挨拶し、バンキング。3クッションゲームも初めてなら、バンキングも初めてだ。まるでプロの試合にでも出ているような気分で、少し背筋が伸びた。内心、ミスったらかっこ悪いなぁとビビっていたが、無心で放った俺の球はクッションにほぼくっついた。完勝だ。この瞬間、今日はいけるという根拠のない自信が湧き起こった。バンキングで使ったのが黄色だったので、そのままサーブを突こうとすると、相手が慌てて、初球は白ですよ、と教えてくれた。一瞬動揺したが、平静を装って白を構える。右2時2チップで第一的球の左を厚めに狙い、練習通りに柔らかく押してついた。練習より少し力が乗った気がしたが、軌道は完璧。初球成功だ。裏回しのポジションにはならなかったが、悪くない配置。しかし、連続得点はならず。これまで100回はサーブの練習をしてきたが、やはり本番は緊張感が違う。練習での成功率は3割といったところか。だが、一発目で当てたことで勝てるかもしれないという予感は一層強まった。相手が小さくナイスと言ったが、俺の耳にはまぐれかよこの野郎と聞こえた気がした。小さい巨人。相手はハスキーボイスでマナーは良さそうだが、ストロークは少し叩くタイプ。難しい配置で惜しい軌道を描くものの、わずかに抜ける、外れる場面が目立った。スコアボードの ID は巨人を使っている。序盤は俺がリードしたが、終盤に3連打を浴びて逆転された。お互いに連打が出ない第三者から見れば退屈な泥試合だったろう。だが俺は必死だった。逆転されるとこのまま負けるのかという焦燥感と自責の念が交互に押し寄せる。勉強だと自分に言い聞かせつつも、リードしていただけに負けたくないという本能が勝った。そんな葛藤の中、相手の球が際どく外れる場面が続いた。その隙を逃さず俺が1点、
また1点と積み上げ、再びひっくり返した。逆転した瞬間、相手の顔に一瞬の動揺が走る。俺は勝ったと確信した。心理的に優位に立った俺は、ここで敗乱3点を叩き出し、残り2点まで一気に詰め寄った。そこからの相手は見苦しかった。ため息を吐き、全然合わねえなぁと独り言を並べ、明らかに集中を切らしている。敗乱の威力は凄まじい。逆転されても再び連打で抜き返し、さらにとどめを刺して相手の戦意を喪失させたのだ。最後は切り返し、残り1点、キーユーを2時2チップ、左4分の1の厚みで狙う。完璧な切り返し。第2適当はビッグボールではなかったが、今日の俺には関係なかった。吸い込まれるように的中。相手は7点を残したまま、アベレージは 0.3 ほどか。初ゲームの緊張はあったが、集中力は凄まじかった。運も味方したが、一打一打出しを意識して冷静に最善を尽くした結果だ。自信が確信に変わる。俺は世界チャンピオンになれる。ゲーム後、喫煙場所となっている階段で彼が言った。サーブのストロークが柔らかくて驚きましたよ。こいつただものじゃないなぁと思いました。案の定、サーブで棋戦を制していたのだ。プロでも外すサーブを初心者が完璧に決めたのだから、相手の動揺は相当だったはず。サーブの練習だけをやってきて正解だった。これからもサーブの練習を大事にしよう。한 점 칠 수 있겠네요, 이제. 그게 8분의 5.1点。よし、完璧な出しですね。赤がここ、白もコーナーで。完全にビッグボール。これ2点どころじゃ済まないかもしれませんぞ。ひねりを1チップに抑えて、厚みは8分の5。もう一度ポジションを作りましょう。あ、少し弱かったが2点。얇아. いや、薄い薄い。 얇아, 얇아. 제한 시간이 초과되었습니다. Turn. 1時2チップ、厚み8分の5。これもいい形ですね。ただキスが怖いな。ここは BPS の出番です。配置を保存して練習モードに切り替えます。同級博士の BPS で爆速で上達しましょう。さて、8分の3ならキスはかわせる。2分の1だと危ないですね。8分の3で赤を先に走らせましょう。同点は1時2チップ、厚み8分の3。赤に力を伝えるイメージで。少し薄く入って4分の1寄りになったが、まあ許容範囲です。2点。キスは回避したが、
次はコーナーか。5ポイントに入ればいいですが、 5포인트에 걸려야 되는데. 白の動きに注意しましょう。下手なやつはここでキスしちゃいます。あぶねえ、ギリギリでしたよね。3点。ビリヤード大河小説最後の1級第1話流血なき初体験。